こんにちは、はるかねです。今日はこちらの大きなねお尻の80センチドールのボクサーパンツを作っていこうと思います。そしてちょっと見えてはいけないものがあるので、ここに糸を置いてます。材料はこちらのコピー用紙、型紙をね作るのに使っていきます。それから、綿 100% のワンウェイニット生地、そして同じ色の針と糸と、それからダイソー製のね速乾ゴム、こちらも好きな幅を使っていきたいと思います。それからね50センチ刺し、30センチ刺しでもいいんですけど、ちょっとね長めの定規が必要です。それからペンなどを使って作っていきます。ではね、まずコピー用紙に人形の型を写していきます。しっかり人形を押さえた状態で、ペンをね地面に対して90度になるように、内側に入ったり外側に向いたりしないように、しっかりねまっすぐペンを置いて人形にこう当てて型を取っていきます。2枚取っていきます。型がね取れたら、この真ん中のねラインで折っていきます。左右が対称になるようにね紙を折っていきます。こちらとこちらの線を合わせて、ちょっとね透かしながら、関節にね印をつけたんですけど、その印よりもこのラインをね優先して折っていきます。はい、では次にこのね今折った線に対して90度になるようにね線を引いていきます。関節のね印を目安程度に横線を引いていきます。では前身ごろと後ろ身ごろになるんですけれども、前身ごろから作っていきます。まずねこの腰のラインの中心からこの外側までのちょうど中央、ここが1対1になるねぐらいの距離のところに、この真ん中の線からこうちょっと円を描きながら線を引きます。そしてこのね線の折り目のねところへこれも緩いカーブを描きながら引っ張っていきます。そしてこういう感じでね、この部分を型紙として使っていきます。では次、後ろはね少しここのところが2センチほど上になります。ここはね後で切って揃えればいいので、多いのはいいんですけど少ないのはちょっとまずいので、だいたいこのぐらい2センチぐらい、そしてここの半分、ここが1対1になるように、ここから下ろしていきます。そしてここから折り目まで、こういう感じでね切っていきます。はい、このようにね型紙を切りました。でこれをね生地に移して、切っていくんですけれども、これがね出来上がり線でできていって、縫い代が含まれていないので、移したらプラス5ミリから1センチ、ちょっと多めにね切っていきます。そして生地ですけれども、ワンウェイニットといってね、こちらには伸びるけれどもこちらには伸びにくいっていう生地を使っていきます。で、ここが股になって、ここが腰でこう足があるんですけれども、このね、生地の伸びのこのね方向、こちらにねパンツが縦に伸びても仕方がないので、横に伸びるようにこのように置いて移して切っていきます。
カットしました。でところどころね待ち針刺さってますけれども、こちらのニット生地でね何もしないとくるんとこう丸まってきてしまうので、撮影のためにこう待ち針刺しているだけで、別に気にしないでください。上の段が後ろ身ごろで、下の段が、前身ごろになります。でこのようにね置いていただいて、でこちらを合わせていきます。上の面が全部裏地になってて、表地が下になってこう置いてあります。こう斜めにねこれとこれとこれとこれをセットに合わせていきます。中表になるようにこちらを表返して、こちらが表地なので表と表を合わせて置いていきます。こちらもこちらが表地、そしてこちらが表地で、表と表を合わせて中表に置きます。そしてね、角を揃えて待ち針で留めて、こちら側をね縫っていきます。はい、このようにね中心を縫いました。そしたらね、この今見えてる方の面が表地になるんですけど、表と表をこうね合わせて、そしてこの部分をね縫っていきます。ここからここまでは縫わずに置いておきます。このようにねこの部分を縫いました。そしたらこれをね横にこう開いて、よいしょ、はい、パンツの形になりましたね。そして、こっからここまでを縫っていきます。そしてね縫えたら一度人形に履かせてみます。前のねウエストラインはちょうどいい感じですけど、少しね丈が長いかなと思うので1センチぐらいねカットしていきたいと思います。そして後ろ、よいしょ、後ろもねそんなにずれてはないんですけど、ちょっとずれをこの辺切るぐらいでいけるかなと思います。よいしょ、重い。はい、ではちょっとね、この足の部分だけ1センチほど切っていきます。はい、では次にね、パンツのゴムを切っていきます。こちらねあんまりにもこう短くするとね縮まる力が強すぎて縫いにくかったりしますし、で、ぴったりすぎるとねふわっとずれてきたりするので、この子の場合ねお尻が大きくてちょっとウエストの方が細いので、ちょうどウエストとねぴったりのこのぐらいの長さで作っていきたいと思います。でナイロン 100% のゴムなので
少しねライターで端を炙って塗っていきます。同様にね、この足の太ももの部分もゴムを塗っていくんですけれども、ぴったりよりも少し引っ張ったこのぐらいのね位置で切って塗っていきたいと思います。そしたらまずはねこのウエストの部分からゴムをつけていくんですけど、このねゴムの縫い目の部分がちょうどウエストに来るように、よいしょ、こちら後ろ側ですね、こちらが前で、ちょうどこの縫い目が横に来るようにね、こういう風にくっつけていきます。でまずはね引っ張りながら、均等にねなるように待ち針でしっかり留めてから縫っていきます。ゴムがね、しっかりこう合わせられたので縫っていくんですけれども、これねそのままずっと並縫いで縫ってしまうと糸がね邪魔になってこう引っ張れなくなって伸びなくなってしまうので、このね、ちょっと手間なんですけれども、だいたい1センチ間隔ぐらいにね点縫いしていきます。3回縫って糸を切って3回縫って糸を切ってっていう感じでね点縫いしていきます。ウエストのね部分が縫えたので、次に足の部分を縫っていくんですけれども、このね股側の方にゴムの縫い目が来るようにこうね合わせて縫っていきます。パンツが縫えました。じゃあ、ひっくり返して人形に着せていきます。はい、こんな感じでね80センチドールのボクサーパンツ完成です。人間用だとねここにまたね別の玉袋みたいなのがつくんですけれども、そうねパーツを増やしてしまうとやっぱり難易度が上がってしまって手間もかかってしまうので、お人形さんね履き心地が悪くても文句言わないので、このねちょっと縫い目が歪んでますけれどもこれで我慢して履いてもらってます。本来ならね黒とか青とかねグレーとかかっこいいボクサーパンツにしたいところなんですけれども、本来なら1体10万円以上する子たちなので、やっぱりねこうカラーのパンツにすると色移りが心配ですよね。というわけで今回はね、人形の肌の色に近いお色で作りました。で、ボクサーパンツだけを着せて撮影とかされる場合はねかっこいいお色で作って撮影したらすぐに脱がせるのであればカラーパンツもいいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。できたらグッドボタンとチャンネル登録、それからインスタグラムやツイッターでのお友達へのシェア、ぜひぜひよろしくお願いします。あとねツイッターやってますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。